和歌山県は関西地方の南部にある人口約91万人、2020年4月現在の県です。この動画は和歌山市立博物館、和歌山歴史館、和歌山城、和歌山県立博物館の展示などを参考にして作成しました。2万5000年前から1万5000年前、和歌山市内の6カ所の遺跡から旧石器が出土しています。小規模な集団で狩猟、漁労を行い一定の範囲内で移動しながら生活していました。約7000年前から約3000年前、丘陵の裾部が生活の場となっていたようで、食べた貝殻や動物骨を捨てた貝塚が作られ、縄文土器や石器、骨格器を使っていました。2300年前、弥生時代には平地を開拓し水路を引いて水田を作りました。住居も築いて本格的な村づくりを行いました。300年から600年頃、大谷古墳で馬厩が発掘されました。馬厩は馬にかぶせる鉄製の兜のことで、それまで日本国内では出土例がなく、大谷古墳で初めて発見されたものでした。有力な豪族により古墳が多数築かれました。副葬品から大陸や朝鮮半島との関係も見受けられました。紀の川南岸の岩橋丘陵には古墳が6000基を超え、全国的に見ても屈指の規模を誇る上橋千塚古墳群が形成され、特色のある横穴式石室が多く築かれました。650年、700年頃、紀の国の表記で国が成立したと考えられています。古代国家に材木を供給する地域だったからだと言われています。713年、諸国の軍名、里名を良い字の2文字に改めて定着させよ、工事二次加令との勅令が出されたため、紀の国と表記するようになりました。古代の都である平城京や平安京には海がないので、都に最も近い海を持つ紀の国は海産物の供給地でした。724年、海を見るために天皇たちは多くの貴族を引き連れて和歌の浦を訪れていました。特に聖武天皇は大いに和歌の浦が気に入り、即位した年に14日も滞在しました。743年、墾田永年私財法により活発に開墾され、多くの荘園が形成されました。都に近く温暖な気候の紀の国には、地域の有力な寺社だけでなく、都の貴族や寺社が支配する荘園が数多く成立しました。816年、弘法大師空海が嵯峨天皇から高野山の地を賜りました。1130年、根来寺が創建されました。在地の土豪や根来寺、高野山などの勢力が強くなり、有力な武士が成長せず地域を統合できる大名が育ちませんでした。1542年、鉄砲傭兵地侍集団の一つである西海一揆が守護畠山胤長の軍勢中に初見として遅延的な組織を形成していきました。1570年から1580年、西海一揆は石山合戦で多数の鉄砲を持ち、織田信長を苦しめましたが、その後紀州を攻撃した羽柴秀吉に敗れました。これにより紀州の中世は終わりを告げ、新たな時代に入っていきました。1585年、羽柴秀吉は弟の秀長に命じて和歌山城を築かせました。名勝地和歌の浦に対して秀吉が和歌山と命名しました。1600年、関ヶ原の戦の功により浅野義長が入国しました。和歌山城の修築、拡張を行うなど城下町の都市計画を実施しました。1619年、浅野に代わり徳川家康の大十男頼信が55万5千石を領して入国しました。紀州徳川家は尾張、水戸とともに御三家と呼ばれ、それにふさわしい居城とするため、城と城下町の整備、拡張を行いました。紀州徳川家は江戸幕府8代将軍の吉宗、14代将軍家茂を輩出しました。1750年から1800年頃、この頃の和歌山は全国第8番目の近世都市にまで発展していました。茶道文化が花開きました。国学の本居宣長、文人画の祇園南海、野呂懐石、日本医学の花岡清舟などを輩出しました。1846年、和歌山城天守閣が落雷で消失。御三家ということで特別に認められ、1850年に再建されました。1871年、廃藩置県によって和歌山藩を和歌山県と改称しました。
1890年オスマン皇帝の特使を乗せて日本に派遣されたエルトゥールル号が和歌山県串本町沖で座礁し、犠牲者587名という遭難事件が発生しました。地元大島村現串本町の人々はトルコ人遭難者69名を救出し、温かい対応を行いました。これが日本とトルコの友好の始まりとなりました。1945年和歌山大空襲で和歌山城天守閣が消失しました。1958年和歌山城天守閣が空襲前の外観とそのままに鉄筋コンクリートで復元されました。1994年和歌山マリーナシティが完成しました。ジャパンエキスポ世界リゾート博も開催されました。和歌山は1990年代から続く人口減少に歯止めがかかっていない中、雇用や観光客を増やす地域活性化を試みています。これからの和歌山はどのような街になっていくのでしょうか。終わり。